こんにちは、パワミです。本日はアプリ開発の2回目、データベース登録・読み込みについて、関数とは何かも合わせて解説します。本日の流れです。はじめに関数とは何かを簡単に説明します。次にデータベースへ登録する方法について、サブミットフォーム関数、パッチ関数の2種類を実際のパワーアップス画面を見ながら解説します。最後にデータベースに登録したデータをパワーアップス画面で表示してみます。今回はデータベース操作の CRUD 機能のうち Create、登録と Read、読み込みを実装します。サブミットフォーム関数とパッチ関数の使い分けも説明するので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルでは Power BI、Power Apps、Power Automate 等パワープラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。はじめに Power Apps でアプリを作る基本の5ステップを振り返ります。全体の流れとしては、アプリ設計、データベース作成、アプリ開発、テスト修正、発行共有の順に進みます。今回は3ステップ目のアプリ開発をアプリ設計に沿って行います。まずはじめにデータベース操作、CRUD 機能を振り返ります。ビジネスアプリはデータベースと CRUD と言われるデータベースを操作する機能がメインになります。CRUD とは登録、読み込み、更新、削除のことでデータベースを操作する機能です。今回の動画の中では CRUD のうち C と R、データベースの登録と読み込みについて解説していきます。更新と削除については次回の動画で解説します。データベースへのデータ登録は主にサブミットフォーム関数とパッチ関数を使います。この2つの関数の違いも後で説明します。データベースの読み込みは PowerApps で用意されているギャラリー等のコントロールを使います。ギャラリーを配置し、表示するデータベース、列名を選択するだけなので比較的簡単です。データベースの登録・表示を実装する前に、そもそも関数とは何かを説明します。関数とは与えられた値、引数をもとに何らかの処理を行い、結果を返すものです。少し難しく感じたかもしれませんが、簡単に言うと、何か値を入れたら何か値を返してくれるものです。例えば、Excel のサム関数を見てみます。サム関数は使っている人も多いと思いますが、サム括弧内に入れた値の合計を出してくれます。例えばサム関数に1、2、3という値を入れたら、1、2、3を合計した6という値を返してくれます。この時、サム関数に入れた1、2、3の値を引数、返ってきた6の値を返り値と言います。引数を入れたら返り値が返ってくるのが一般的に関数と呼ばれます。ここまでの説明で少し疑問を感じる人もいるかもしれません。前回ナビゲート関数を使って画面の遷移を実装したけど何か値が返ってきたっけ？そう思う人もいると思います。ナビゲート関数は例えば引数にスクリーン2という値を入れたらスクリーン2に画面遷移をします。このスクリーン2に画面遷移をするというのは状態が変化するもので返り値ではありません。ではナビゲート関数は何が返ってきているのかというと、処理の結果として true または false が返ってきます。処理が成功したら true、失敗したら false が返り値になります。しかしナビゲート関数はこの返り値自体はおまけで、画面遷移の方がメインの関数になります。このように画面遷移等の処理自体がメインであったり、返り値がないものも講義の関数として扱われます。それでは実際に PowerApps の編集画面でデータベースへの登録をしていきます。PowerApps の編集画面を開きました。前回までにアプリの各画面を作成し、画面遷移をナビゲート関数で実装しました。今回は店、カテゴリー、材料の登録・表示を実装します。まずショップ画面を開き、買い物をする店の登録フォームを作ります。
簡単に入力フォームを作る方法として、フォームコントロールを使う方法があります。挿入タブからフォームを選択して、編集を選択します。ちなみに編集とディスプレイがありますが、登録や更新の場合は編集、読み取り専用の場合はディスプレイを選びます。今回は登録なので編集です。フォームコントロールを配置したら、登録するデータベースに接続する必要があります。データに接続してくださいをクリックすると、ツリービューがデータの追加に切り替わります。データの追加をクリックして、作成したシェアポイントリストから該当するリストを選びます。シェアポイントはコネクタにあるので、これを選択します。対象のシェアポイントサイトを選び、必要なシェアポイントリストにすべてチェックを入れて接続します。これでデータベースへの接続ができました。ツリービューに戻ります。フォームを選択して、フォームのプロパティからデータソースを選びます。今回はショップリストです。これで自動的に入力フォームが作成されますが、余分な項目もいくつかあります。フォームを選択して、プロパティからフィールドの編集を選びます。タイトルと添付ファイルは不要なので、3点リーダーから削除します。必要なショップ名とユーザーに入力項目が絞られました。この時、ユーザー名はログインユーザーの情報を取得して、自動でデフォルト値を設定することができます。ログインユーザー情報はユーザー関数を使うことで、ユーザー名とメールアドレスの情報を取得することができます。ユーザーカードの入力フォーム、データカードバリューを選択し、デフォルト値のプロパティを設定します。入力フォームの各データカードを設定する場合、プロパティの詳細設定からプロパティを変更するためにロックを解除しますをクリックします。これでプロパティの設定が変更できるようになりました。ログインユーザーの情報を取得するには、ユーザードットフルネームと入力します。メールアドレスを取得したい場合は、フルネームではなく、E メールと入力します。入力するときに候補が出てくるので、それを選択すれば簡単です。また、ユーザー名はユーザー自身が入力する必要がないので、入力項目自体を非表示にしておきたいです。ユーザーのデータカードを選択し、ビジブルプロパティを設定します。True に設定されていますが、これを False に変更すると、ユーザーの項目が非表示になります。非表示になりましたが、ユーザー項目にはログインユーザーの名前がデフォルトで設定されているので、データを登録するとログインユーザーの名前が登録されます。では次に登録ボタンを作成します。ボタンは挿入ボタンのボタンを選びます。ボタンを配置し、テキストプロパティかダブルクリックでボタン名を変えます。サイズや色なども自由に変えることができます。これで入力フォームと登録ボタンのデザインは実装できました。プレビュー画面で表示を見てみます。入力フォームが表示されていません。戻ってフォームのプロパティを見てみると、規定モードが編集になっています。今回は新規登録フォームなので、これを新規に変更します。再度プレビューで表示してみると、今度はちゃんと入力フォームが表示されました。これはフォームのデフォルトモードプロパティでも設定することができます。デフォルトモードプロパティを見ると、form.new になっています。編集フォームの場合は、これが form.mode.edit になります。フォームモードの New と Edit について簡単に説明します。これは新規フォームと編集フォームの違いです。例えば図のように一覧画面と登録・編集画面が分かれているとします。
一覧画面で Create ボタンをクリックすると、登録・編集画面で新規フォームを表示したいです。この時、New フォーム関数を使います。New フォーム関数を使うと、登録・編集画面のフォームのフォームモードが New に設定され、新規にデータを登録できるようになります。一方、一覧画面で個別のデータを選択したとき、登録編集画面で編集フォームを表示したいです。この時、エディットフォーム関数を使います。エディットフォーム関数を使うと、登録編集画面のフォームのフォームモードがエディットに設定され、登録されたデータを更新できるようになります。今回の画面では、一覧画面と登録編集画面が一緒になっているので分かりづらいですが、New フォーム関数を使うことでフォームモードを New に設定することができます。では次に、登録ボタンをクリックしたらデータを登録する実装をします。登録ボタンを選択し、OnSelect Property を設定していきます。データベースの登録は主にサブミットフォーム関数とパッチ関数の2つが使えます。サブミットフォーム関数とパッチ関数の違いを簡単に説明します。サブミットフォーム関数とパッチ関数は両方ともデータベースの登録・更新をする関数です。パッチ関数の方がより複雑な状況でデータベースを更新することができます。まずサブミットフォーム関数は PowerApps で用意されたフォームコントロールを使います。一方、パッチ関数を使えば自分で自由にフォームを作成できます。サブミットフォーム関数はフォームの値をそのままデータソースに送り、一度に1つのレコードしか送ることができません。一方、パッチ関数はフォームに入力しない値、例えばユーザー名等を指定してデータソースに送ることができます。そして一度に複数のレコードをまとめてデータソースに送ることができます。簡単にまとめると、パッチ関数の方がより柔軟にデータベース更新ができます。サブミットフォーム関数の方が簡単に使えますが、いろいろと複雑なことをやりたくなるとパッチ関数を使う必要があります。まずはサブミットフォーム関数でデータ登録をしてみます。使い方は簡単で、サブミットフォーム関数の引数にフォーム名を入れます。プレビュー画面で動きを確認します。登録ボタンを押すと、ショップ名が必要ですというエラーが出てきました。これはショップ名が入力必須項目なのに入力せずに登録を使用したためです。サブミットフォーム関数はフォームコントロール内の値をチェックし、データソースに送信する関数です。サブミットフォーム関数の使い方は、引数にデータベースに登録するフォーム名を入れるだけです。登録先のデータベースはフォームコントロールの方で設定しているので、引数で指定する必要がありません。データベースに登録・更新をするときにフォーム内の値をチェックしてくれます。具体的には、必須項目のデータが入っているか、データ型が適切であるか等をチェックします。今回のようにデータが適切でなければ、データベースへの登録が失敗し、エラーが表示されます。データベースへの登録が成功した場合、フォームモードが新規であった場合、エディットに更新されます。このフォームモードが変わる点に注意してください。実際に PowerApps の画面でも確認してみます。今度はショップ名にイオンと入力し、登録ボタンを押してみます。データが登録されたようですが、また入力フォームが表示されなくなりました。これは先ほど話したように、フォームのデフォルトモードは New でしたが、サブミットフォーム関数でデータベースへの登録が成功したら、フォームモードがエディットに変更されてしまうためです。今回の場合、店名を登録後もフォームモードを New のままにしたいです。そういったときは、フォームコントロールの On Success Property を設定します。サブミットフォームが成功した場合、フォームコントロールの On Success Property が呼び出され、失敗した場合は On Failure Property が呼び出されます。On Success Property で
ニューフォーム関数の設定をします。同じようにニューフォーム関数をこの画面の OnVisible Property にも設定しておきます。OnVisible Property は画面の外をクリックし、アクション、表示時から設定できます。この画面を表示したときに実行する関数式の設定です。もう一度店名の登録をしてみます。プレビュー画面で表示すると、まだフォームモードがエディットになっているので、一旦別の画面を表示し、再度ショップを表示すると、フォームモードがニューになり表示されました。店名を入力し、登録ボタンをクリックします。一旦フォームモードがエディットになりましたが、その後、オンサクセスプロパティが実行され、フォームモードが再びニューに戻りました。これで続けて店名を登録することができます。シェアポイントリストを見てみると、実際に店名、ユーザー名が登録されていることがわかります。このようにサブミット関数は簡単に使えますが、柔軟性がありません。今回の場合、一覧画面と登録画面を分けていないことや、ユーザー名を自動で入力したいので、少し面倒な実装になってしまった気がします。そこで次にパッチ関数を使ったデータベース登録をしてみたいと思います。材料画面を開きます。パッチ関数を使う場合、フォームは自由に作ることができます。材料リストも材料名とユーザー名だけ登録します。ユーザー名はログインユーザーの情報を自動で取得するため、入力フォームは材料名だけ作れば OK です。入力フォームを作るには、挿入から入力、テキスト入力をクリックします。デフォルトの値は空白にしておきます。同じようにボタンも設置します。この時、ボタンなどを別の画面からコピーすることも可能です。先ほどのショップ画面からコピーしましょう。コントロールをコピーすると、プロパティの設定もそのままコピーされるので注意してください。オンセレクトプロパティは削除しておきます。ショップ画面や材料画面のコントロール名を分かりやすく変えておきます。特に入力フォームなどは関数式の中で指定するので、分かりやすい名前にしておくことをお勧めします。ちなみに今ショップ画面のフォーム名を変えましたが、登録ボタンのオンセレクトプロパティ、サブミットフォーム関数で指定したフォーム名も自動的に変わりました。コントロール名を変えると、関数式で指定しているコントロール名も自動で変わるので安心してください。では材料画面に戻ります。入力フォームと登録ボタンを用意しました。今回登録ボタンのオンセレクトプロパティにはパッチ関数を使います。パッチ関数はサブミットフォーム関数よりも複雑な状況でレコード更新ができます。使い方は引数としてデータソース、作成するレコードの内容を入れます。新規にレコードを作成する場合、デフォルト関数を一緒に使います。例を見てください。例えば、ショップリストにショップ名がイオン、ユーザー名がパワミという1レコードを追加しようと思います。この時の関数式は、パッチ、ショップリスト、デフォルツ、ショップリスト、波ショップネーム、イオン、ユーザー、パワミ、波閉じ、となります。これはあまり難しく考えず、このようにパッチ関数を使うのだなと覚えておけばよいと思います。今回関数式はこのような感じで入力します。
レコードを作成する場合、デフォルト関数を使い、シェアポイントリストを指定します。波括弧の中で、シェアポイントリストの列名に何の値を入れるかを指定します。材料名の列は入力フォームに入力した値を登録します。この時は入力フォームのコントロール名.text と書きます。今回の場合、テキストインプットイングレディアント .text です。ユーザー名は先ほどと同様、ユーザー関数を使ってフルネームを取得します。プレビュー画面からデータを登録してみます。材料名を入れて登録ボタンを押しました。シェアポイントリストを見てみると、データは登録されています。なんだか違和感を感じるのは、データが登録された後も入力項目がそのまま表示されているからだと思います。この時、先ほどのパッチ関数でのデータ登録の後にリセット関数を使うと良いです。リセット関数は引数で指定したコントロールの値をリセットしてくれます。リセットテキストインプットイングレディアントと入力します。プレビュー画面からもう一度動きを確かめてみます。今度は登録ボタンクリック後にフォームの値がクリアされました。これでサブミットフォーム関数とパッチ関数を使ったデータベースへの登録ができました。では次に登録したデータをパワーアップス画面で表示する方法を解説します。先ほど登録した店データを表示してみます。データベースを表示するにはギャラリーなどのコントロールを使います。挿入からギャラリーを選びます。今回、縦方向からを選択します。データソースはショップリストですね。ここにショップ ID とショップ名を表示したいと思います。ギャラリーを選択し、挿入からテキストラベルを選択します。ラベルのテキストプロパティが thisItem.title になっていますが、これを thisItem.shopID に変更します。同じようにラベルを挿入し、テキストプロパティを thisItem.shopName にします。これらのラベルもサイズ、位置を自由に変更することができます。点線で四角い枠が見えます。この枠の幅を調整することで1レコードあたりの表示幅を調整することができます。こんな感じで登録した店名を表示することができました。材料、カテゴリー画面も同じように登録フォームとギャラリーを設定しました。最後にプレビュー画面で動きを確認しておきます。データを入力し登録するとすぐにギャラリーに登録データが反映されます。本日はパワーアップスでデータベースの登録・読み込みする方法を解説しました。柔軟性のある入力フォームにしたい場合はパッチ関数を使ってデータベースの登録・更新をします。パッチ関数を使うと複数のレコードをまとめて登録することもでき、非常に便利です。パッチ関数については今後の実装にも何度か出てくるので、徐々に使い方が分かってくると思います。次回はクラッド機能の U と D、更新と削除を実装していきます。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。